メコミかとか漫画家とかジョジョか、あとなんだっけリアルかとかあるけどさ、みんなどれが好き？マサさんどれが好き？強いて言うんだったら全部。全部か。全部が好きか。なんかどれも好きだけど特にこれもう一回やってほしいですみたいなコメントもらったりとかね。でもなんか発色が良くてやっぱ鮮やかだなって思ったのはアメコミ科だった。あー確かにね、アメコミかだけどまだそうだね、そういう企画としては1回しかやってないと思うんだけど、そうだね。デックだよね。デック塗った時あれアメコミかでやったんだけど、作品的にももうアメコミがめちゃくちゃドンピシャじゃん。だからそれはまたやりますよ。で今回やるやつはこの中でやっていきます。さあどれでしょう？もうサムネでネタバレしてんじゃないのもう。そっか。ね、どうしてもクイズで出したくなっちゃうけど、ためでバレてるわ完全に。今回はジョジョ化やっていきますよ。で、ジョジョ化やっていくんだけど、今回やっていくキャラはハンコックです。こちらのフィギュアになります。じゃじゃん。このシリーズはさ、もうね、マサさんももうわかるでしょこれ。なんかこのなんて言うんだろう、こう革ボンテージみたいな着てるシリーズはね、結構女性キャラ多く出てるよね。そうなのよね。いやでも本当にさ、ワンピースのさフィギュアはさ、魅力的なもの多いね。やっぱりキャラクターもやっぱ多いからかな。なんで今回このハンコック選んだの？前出した時にさ、いろいろそのジョジョ化するにあたって理由があるとかって言ったと思うんだけど、まあそれ見てくれた人ちょっと覚えてるかもしれないんだけど、やっぱりそのポーズ的なところもあるし、あとは好きなキャラクターってとこもあって選んだかな。だから要はまあフィギュアを見て選びましたね。フィギュアを見て選んだのね。なんで細かい話すると、今回はちょっとハンコックやりたいと思って、で次にどのフィギュアをやろうかなと思ってフィギュア一通り調べて、でその中からこれに決めましたね。キャラが先に来たってことね。そう、今回もキャラは先に来た。でその後にフィギュアを見ながらそのポーズとかも含めてどれを今回塗りたいかなってとこ、ジョジョ化にね塗りたいかなってとこで選んだ感じ。あ、なるほどね。じゃあハンコックを塗りたいなって思った上で、じゃあどのフィギュアにしようかなっていうのを選んだ上でジョジョ化っていう風になったわけね。違う違う違う。これは違うわ。そう、あ、そっか、そういうことか。違うわ。そのハンコックになる前にジョジョ化をしようって思った。でジョジョ化が一番先なの。そう、今回はジョジョ化がしたいと思って、で次にキャラクターでハンコックにして、って感じ、そういう感じ。今の感じ。ようやくちょっと理解した。じゃあ、とりあえずこれちょっと開けますね。はい、じゃあじゃあれ今から説明しようとした時にちょっと先に壊れちゃったんだけど、いやもう壊れてたんだけど、開封して組み立てる時にここちょっとパキッていっちゃいました。ああ、なんかソールが剥がれちゃった。そう、なんかリアルでもあるある。だいぶリアルだよね。構造こうなってるよね普通ね。これは安心してください。ちゃんと直しますよ。もう接着すればいいだけだもんね。そう、接着するだけなんで、だから今ちょっと倒れちゃうかもしれないんだけど、ここはまあ置いといて、はい、こちらですね。見たことない人もいるかもしれないので、ちょっと最初に見せておきますけど、はい、この状態ですね。何もやってない状態が、はい。やっぱセクシーだねこのキャラは。いやー、だってハンコックだよ。メロメロの実だから。もうハンコックのどんなところが好きなの？それ聞いちゃう？一言で言うと、まずはビジュアルは好みですね。キャラクターとかの中身知らなくても美しいと思う人は多いはず、きっとこのデザインからしても。で私もその一人なんだけど、いややっぱりでもね、だいぶこうさキャラクター的にも強烈じゃない？正直で私ワンピースを昔見てなかった時はハンコックがああいうキャラクターだとは思わなかった、正直言って。だいぶさ、この人を見下されるじゃん。見下される。しかもさ、有名なさ、人をさ、なんかこう見下しすぎのポーズ取るじゃん。ちゃんと言えないけど、なんかこんな感じだ。いや、ちょっとダメだ。今めっちゃ腰やりそうになる。なんかちょっとなんか丈太郎っぽい感じの。いや、そこなのよ。でそこがまた戻ってくるんだけど、ちょっとそれってジョジョたちっぽいよね。ああ、まあ確かにね。なんかちょっとジョジョ味を感じる。なんかジョジョ味は感じるよね。だから多分合わないわけはないのよ。まあそんな感じよ。でまあハンコックの好きなところやろ。そうだからだいぶさ、だから初めて仁王ヶ島で出会った時はさ、おーってだいぶ私は強烈だったよ。作品見てた。こんな性格なんやと思ったけど、その後こうルフィとねいろいろあってさ大好きになるやん。そっから見えるそのなんか乙女な感じはやっぱこう可愛いと思っちゃったよ。そっからってずっとその調子じゃん。そうだね、そっからね。そう基本その調子じゃない。そうだからその徐々になんか好きにはなっていったって感じ。もともとビジュアルは好きだからさっていう感じですよ。マサさんは逆にどんなところが好きとかあります？まあハンコックは全然好きだけど今話を聞いた感じだとなんかそのちょっとデレになってからが好きなのかなみたいな思ったんだけど、まさかマサさんは逆だと。デレじゃない時が好きだと。どっちかっていうとなんかそっちの方が威厳があって
好きだったなみたいな、その七部会としての威厳みたいな威厳ね、そうところがあって、君臨ね女だけの島の女王として君臨してるイメージがあったから、ちょっと強気な感じが好きだったなっていうのはある。なるほどね。でも確かに強いよ。だってその中ではさ、だいぶその年齢的にはすごく若いけどさ、知ってるか、韓国ってめっちゃでかいんだよ。そうなんだ。190センチ以上あるんだよ。でかいね。そうっていうかね、それでいうとワンピースの女キャラが実はめちゃくちゃでかい。全体的にね、すごくでかい、本当に。でさ、今ね、現時点で以前ジョジョ化したフィギュアがケースに並んでるのよ。めっちゃいいんだよね。単刀直入に言っちゃうけど、ジョジョ化でうわーって並べたら多分ね、めっちゃ圧巻なのよ。今ね、ジョジョ化したやつがいくつかあるんだけど、それだけでもなんか結構ね、見栄えいいから、これ増やしていきたいなって思ってます。だからそれこそさ、今まだジョジョ化シリーズワンピースのキャラで女の子でやったのが、ナミちゃんとリビちゃんじゃない？そう。で、あとはジョリーの横に本物がいるんだけど、溶け込んでるのよ、めちゃくちゃ。いや、だからワンピースのフィギュアは私もさ、所持してるものとかあるし、これから届くやつとかも結構あったりするから、ワンピースのいわゆるジョジョ化したのやつはジョジョ化したのやつで並べつつ、ジョジョ化はジョジョ化で並べたいんだよ、っていう感じのちょっとコレクターじゃないですけど、視点での妄想をはかどっております。ということで、じゃあ今回はワーハンコクジョジョ化していきたいと思います。じゃあやっていきまーす。シュッ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 。肉出しですはい、今回もですね、実は前回に引き続き録音トラブルでしたと。なのでね、副音声でお届けいたします。はい、嘘だろ絶対。嘘です。嘘でした。はい。はいや。いや、嘘なんだけど、っていうのはね、前回さ、音声トラブルでさ、副音声にしたの、こんな感じで。だから結構ね、DM とかもいただいて、結構見やすかったですみたいな声もね、いただいたんです、意外と。なので、ちょっと副音声でやっていこうかなと思って。そうだね。一旦ね。まあ、早速、エアブラシでね、いろいろ吹いてるところからスタートっていう感じですね。そう、結構大胆だと思わない？そうだね、色とかね。というのも分解もしてないですからね。もう他のところにつくのもお構いなしぐらいの気持ちでやってるんですよ。まあただこれは完成形のイメージはあるから一応やってるってとこもあるんですけどね。なるほどね。だから配分としてはまあそこまでこうなんて言うんだろうな、時間使ってエアブラシやってるっていうわけじゃない感じだ。一回やり始めたら私の場合はこの手のパターンの時ね、もう一気にやっちゃいますね。ガーって、何色か使ってもガーってのせちゃいますね。で、結構塗ってる、色自体はべったりと。そうだね、見る感じ実はべったり塗ってる。で、なんか目をいわゆるその白く一回塗りつぶしてから描いてるみたいな感じだ。そうだね。だからそのベースをさっきエアブラシ拭いてた段階では消してないんですよ、この場合。もう上に重なって隠していくって感じにしてますね。なるほどね。そうっていう感じで今ね、アイペイントやってるんだけれども、よくこんな細かい作業できるよね。絶対無理って思うじゃん。でも、アイペイントの中ではこれは結構大胆な方。なるほどね。違いが、ジョジョだからジョジョ的な絵の感じでやってるから、ちょっと線も太かったりとか、結構バキ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 ってなんか筆跡を残しながらやっても、逆にそれがジョジョっぽくなるっていう感じでやってるのね。そうだから私の中ではあんまり繊細じゃない方ではある、実は。結構ジョジョっぽくなってきてる。なってきたでしょ。でもジョジョの中でもね、結構キャラクターによって実はね、目の印象結構違うのよ。なるほどね。じゃあナミちゃんのやつとかビビちゃんのやつとかとはまたちょっと違ったイメージで塗ってるわけだ。ナミはね、ちょっとね、目もうちょっと大きめにしたイメージ的には。で、今回のハンコックは目と眉の距離をちょっと縮めてて、キリッとした感じの印象にしてるつもり。じゃあやっぱキャラクターごとに何でもかんでも同じ目にすりゃいいっていうわけじゃないのね。私的にはもちろん私のイメージとか原作のイメージも含めて意識してやってるって感じですよ。なるほどね。そういう感じでリップやろ。僕がもし目を描くとしたらもう丸描いてちょんだから丸描いてちょんに黒いちょんちょんちょんでジョジョ化ですよ。本当にやってそう本当にやってそうだわちょっと今制作してる途中だと思うんだけど、結構順調だよ。そう面白いものを持ってきたんだよ。マジで？そう、これ案件でもらったものなんだけど。案件？そう珍しいじゃないですか。フィギュアを持ってきました。フィギュア持ってきたの？フィギュア持ってきました。マジで？はい。
じゃじゃん。これはフィギュアではないのでは。これちょっと違う。これちょっと違うのでは。フィギュアじゃない。フィギュアとは言わないのでは。違う。なんか私が今想像してたさ、いわゆるいつも塗ってるようなフィギュアかと思ったけどさ。あー、ポーズ人形ね、これはね。そうだよね。なんかスティッキーボーンっていう商品名で、その海外でなんかめちゃくちゃ人気が出てる、なんかデッサン人形っていうのかな、ポーズ人形みたいなやつで、でなんかツイッターでも、早速ちょっとこうしてるんじゃないのかい？なるほどね、でもこうつけれるの。まあでも組み立てできるものだから。本当だ本当だ。そう。でツイッターでもなんか結構バズってて、マジすごいじゃん、バズった。今めちゃめちゃ人気のポーズ人形らしいんですよ。どんぐらい人気なんですか？クラウドファンディングとかやってるポーズ人形で、なんかもう達成したりとかしてすごい今売れてるらしい。あ、マジか。じゃあもう結構実績はあるんだ。そうだね。ちょっと興味あるわ。フィギュア作ったりとかさ、絵描いたりするからさ、使えるんじゃないかなと思って。確かにね。どう？いや、ポーズ人形とか確かに制作にあたっては絵描く時もそうだけど、私は造形はさ、ほらほとんどやらないからさ、まあ詳しくないんだけど、でもやっぱり作るってとこに関してはかなり密接よね、ポーズ人形は。どのぐらいなんか動くのかっていうのはやっぱちょっと知りたいじゃん。そこはやっぱ課題じゃないの？まだ本当に全然触ってないからさ。いろいろでもできそうな気配は今の時点でしてますけどね。だからなんかポーズ取らせてみようぜって。やってみたいやってみたい。何のポーズする？せっかく今なんか韓国のジョジョがやってるし、なんかジョジョ立ちやらせてみよう。ジョジョ立ちできればもう何でもできるよね、確かに。じゃあジョジョ立ちやってみよう。これさ、ジョジョマガジンさ、この前買ったよ、これちょっとやってみる？中身のポーズ真似したりとかして。そうだね。早速ちょっとやってみましょうか。やってみる。できたよ。じゃ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 ーん。これでわかるかな？正解はね、ジョルノ・ジュパーナです。なるほどね。はい。ジョジョマガジンの中にあるやつ。なるほどね。ジョジョ何それ？あんの？そうなんだよね。いつの間に作ってたんだろう。マジか。てかこれキラークイーンやん、これ。いや、押すね。これマジでキラークイーンやん。結構さ、結構再現高くない？すげえ、これめちゃくちゃ再現度高え。いい感じじゃない？あれじゃ、ここが磁石だから倒れないんだ。こっちは今ついてないじゃん。そうここで支えられてるよね。そうすごいね。結構これ指標にかけるね。なんかさ、磁石でくっつくからさ、かなりいろんなポーズ取れるよね。いや、すごい。イナバウアーとかもできるってことだよね。いけそう。ちょっとやってみて。イナバウアーすごいね。いけそうじゃん。ちょっとやりすぎたキラークイーンみたいな。すごい。これやりすぎてるね。だいぶ攻めてる。もうちょいいけんじゃん。これマジでまだいけるね。このさ、ここからも曲げようだったら。そうだね。もうやりすぎたキラークイーンだね。ちょっと気合入りすぎちゃったね。これはもう韓国もびっくり。いや、そうだね。人を見下しすぎたキラークイーン。人を見下しすぎたキラークイーン。私ももっと作りたい。もうテイクいってみる？できた。誰でしょうクイズやっていい？みんなに。どうぞ。はい、誰でしょう。じゃ。わかりやす。ちょっと簡単すぎた。簡単すぎねこれ。まあわかるよね、確かに。ポルナレフね。ポルちゃんですね。そう、ポルちゃん。ちょっと次俺いい？これどう？これさ、この角度かな？これさ、ジョジョじゃないですよ。これジョジョじゃないですよ。これはマイキーです。マイキーね。蹴り上げてるやつね。でもさ、つま先立ちしてるんよこれ。ほんとだ、微妙にかかと浮いてるわ。いや、こんなポーズが取れるのもなかなかないなと思ってさ。スティッキーボーンのさ、強みそこだよね。一番の強みそこやと思う私。だって普通無理やもんね、これ。いや、無理だよね。ポーズ人形は絶対に無理だね。磁石とかないだろうから。そうだよね、無理だよね。これはすごいね、確かに支えなしでこのポーズやってくれてるのか。これは確かにそうだね、これ強いわ。そしてなんでいきなりマイキー挟んだし、裏切ったな。私すごくジョジョでさ作ってたのにさ。大丈夫、もう一個作ってあるから。何？これも作ってありますから。これ分かった私。これあれでしょ、ジョジョマガジンのさジョリーンでしょこれ。そう、これはジョジョマガジンから持ってきた。ダメじゃんこれ、ジョータロも作んなきゃ。ちゃんと空中バージョンでできるってのもいいよね。いやでもすごいね、ここにジョータロがいいんだよね。そうだね。多分これ分かる人は分かるかな、そのイラストの元がね。でなんかこの緑色のやつもなんか一応別パーツで別売りで空中もできるよみたいな感じらしい。確かにこれがあれば、要は磁石にここのボディがしてなくてもできるってことだよね。そうだね。空中系がいけるよ。これ強いね。だから戦ってる様子もできるってことか。そうだね。アクション系向いてるかもしれないね。こっちでさ、こういうことができるってことやろ。そういうことだね。これは確かに強いね。ちょっと混ぜてあげてよ。ちょっと世界観があんまりさ、こっち真剣に戦ってんの今どうしたっていう感じになっちゃってるから、ちょっと
で3色展開ね、今しれっと出したけど、確かにこれで全部そう黄色と青と黒グレーみたいなやつの一応3色で展開されてるから、なんかちょっと可愛くね、なんかポーズ取りたい人とかだったらブルーとかイエローとかでもいいし、可愛いよね。まあ確かに可愛いね。なんか日本っぽくない？そうだよね。でなんかこの関節のところがなんか特許を取ってるみたいで。ここが？そうそうそう。ここじゃここも？これ関節がってこと？そうそう、関節のところらへんに特許取ってて、他のところではない動き方がちゃんとできるよっていう特徴があるみたいだね。これ特許なんだ。だからさ、これさ、なんで4本しかないのこれ思ったけど。気になるよね。これ手がさ、これめっちゃいいじゃん、ポーズできて。これ手は4本なんだね。そう、なんかデフォルトだとなんか4本指しかないんだけど、でなんかまた別売りでなんかハンドパックみたいな A と B っていうのがあって、そこにちゃんと5本指のやつが収録されてるから、まあ、別売りで買ってねみたいな感じ。面白いね。最初から5本ではないんだね。そうだね。あ、でもちゃんとあるんだ。そうそうそう、それ自由にいじれるっていうよりはある程度まあポーズは決まってるんだけど、まあ、パーとかグーとか。あ、そういうことか。そうそういうことか。じゃあこう動かして、例えばここちょっと反らせてみて、なんとなく見たいよっていう時はこの4本でなんとなく分かればいいよってことか。そう。まあでもあれですね、これはだから一番の多分強みはマジでポージングだね。ポージングがちょっと普通のデッサン人形だったらありえない感じの空中でのやつだったりとか、無茶なポーズができるってとこが多分一番強いな。でこれで多分なんか軸の絵を描いて、でそこに肉付けしていく時にまた別になんか自分の手とか資料とか見ながらやっていくとバランスが取れるね、ちゃんとね。そうだね。なるほどね。面白いね、めちゃくちゃ。一回買っちゃえば、なんか永久保証がついてるらしいんで。永久保証ついてんの？だから詳しいところは概要欄に商品ページに載せとくんで。でもさらって言ったけどさ、永久って意外とすごない？すごいね。5年保証とかさ、5年でも長いのがさ、1年とかでもまあ1年保証ついてるなって感じなんでさ、永久保証なんだっていう感じでね、気になった人は概要欄からはいぜひぜひ見てください。ね、チェックしてみてください。っていう感じで、じゃあ作業戻りますか？作業に戻りましょうかね。はい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 。で線入れ、黒い線を入れていくじゃん、ジョジョだから、その前にほら今塗ってると分かると思うんやけど、ちょっと色をね、筆でのせてる。これはね、前回やったナミの時はあんまりやってないね。ちょっと気持ち情報量増やそうかなと思って、ジョジョ化もちょっとさなんていうかな、割と時間をかけずに容量をね、よくやってるのですよ。調子出てきたわけだ。調子出てきたね。やっぱ容量って掴むものよ。やっていくとね、慣れてきてそう調子出てきたね。ちょっと調子良くなっちゃってさちょっとずつ情報量が増えてるって感じですよ。まあでも結果オーライですよ、これは。なんかちょっと色が入るだけでさ、だいぶセクシーになる感じあるよね。なるでしょ。これさ、結構ゴリゴリさっき言ったけどさ、色置いてるって言ったけど、なんかイメージとしては多分アナログ絵描いてる人なら分かるかもしれないんだけど、なんかコピックみたいなアルコールマーカーみたいな感じでゴリゴリ色のせていくイメージかな。なんかさ、こう黒とかさ、なんだパキッとした色とかさ、こうパキパキって使っていくとさ、なんかセクシーとは程遠くなるのかなと思ったら、割とそういうわけじゃなくてちゃんとセクシーに見えるっていうのがなんかちょっと不思議な感覚。でも分かるかも。でもこれはやっぱりさ、そのテーマが決まってるからっていうのはあるよ。やっぱりこうテーマは今回ジョジョ化でしょ。だからジョジョはそういう世界観がそういうものじゃない、線が結構入ってたりとかするものだから、成り立ってるって感じですよ。何でもかんでも合うわけではないとは思う。やっぱじゃあ描く前にそういうジョジョ的な美しさみたいなやつが、こう頭の中に降臨するわけだ。でも降臨はちょっとしてもらってる感じはあると思う。降臨はしてるかもしれないイメージが。一応ね、まあやっぱりそこはですよ、降臨してもらっては。降臨してくんの。まあいいまあイメージの仕方は人それぞれやけれども、マセさん的にはそういうことやね。いや俺的にはそうなのかもしれない、でもそうだよ、イメージはわーって湧くから、さっきのこのベースの色をのせてる時も一応仕上がりイメージはある上でその色を置いてるから、そういう意味で降臨してるのかも。じゃあ降臨してるんじゃないか。降臨してるのかもしれんね。だから本当に意外と違和感がないんだなっていうのがね、やっぱちょっと不思議には感じた。やっぱりさ、この黒い線が乗り始めるとさ、一気に安心感あるよね。安心感。そうだって、これを置かずに、さっきの色だけで終わっちゃってたら、その色は置かないっていう塗り方してるから、やっぱりこう黒が入ることによって安心感する。ああよかったよかった、今回も間違ってなかったわってなる瞬間ですよ。なるほどね。そう、なるほどね。やっぱり迷いはあるわけだ、塗ってる間に。まあ迷いはないけど、まあ降臨してるもんね。
まあそうだね迷いはないけど安心するって感じ。あ乗せてしまったらもう迷ってられないよね。もう後戻りしないからもうそういうことよ。おーいめちゃくちゃ体に悪そうなもん食ってるよ実際。でもさマヨネーズかけるとさ体に悪いみたいなイメージってあるよね。グーじゃないのよいやでもめっちゃうまかった、グーじゃないのよ。超うまかったからおすすめですこれ食えないなんかでこれはあれか、紐の部分を今塗ってってるっていう感じだ。もうだからさっきからもう色はこの黒だけですよ、ああそっかそっかそっか。もう本当に黒だけ、うんあとはだから線の強弱とか、うん幅とかだよ。あとはそこだけですよ。うんうん、うん、そうそうだいぶこの韓国のフィギュアもさ、ミニスカだからさ、そうねそういう意味ではねセクシーさは他のフィギュアに比べて結構強そうだよね。いやそもそもこのフィギュアセクシーよ。いやだからセクシーやし、やっぱさ冒頭でも話したけどさ、ポーズがねこの韓国ならではのさ見下しポーズを思わせるようなさ、反り方じゃない。腰の反り方ワンピースすごいよねみんな。そうだね、ワンピースもすごいけど、ジョジョでってさなんか反ってるの多いじゃん、だからちょうどやっぱマッチしてるのよね。ああなるほどね。私的にそう思う。で韓国ってさ、いやこれ編集しながらさ見てて気づいたけどさ、ピアスがさヘビなんだよね。いやそうだよね、これおしゃれだよねこのピアス。こんなでっかいピアスが似合う女になりたかったでっかいよこれ結構。いや相当でかい半と思う。分ぐらいあるこの顔の結構でかい。耳ちぎれそう。いや本当だよね。だからリアルに会った時のこと考えちゃダメよ。ダメだよ、このこうやってくねってやってるところにさぶら下がったら折れるよ。これキャラクターだから成立してるわけですよ。まあね、キャラデザの神だよねでもね結構いい感じでね、まあこれでだんだん完成に近づいていくわけだ。そういうことそういうことそういうこと。ラストスパ完成しました。おお結構ね可愛いよジョジョ的可愛さが指先のちょろちょろは何それモザイクモザイクモザイクいくよ、見ちゃう。じゃじゃじゃーん。おおどうですか。すごいね。めっちゃよくない、めっちゃよくない。どうだった、想像通りだった。いやー想像を超えてきた。ちょっと超えてきた。嬉嬉しいわ。いやーかっこかわいい。かっこかわいいよね。やっぱりこれフィギュアいいよ、めちゃくちゃ良かった。超さ可愛かったじゃん。でジョジョ的にしたわけじゃん今回ね。そうだね。だからなんて言うんだろうな、ジョジョ的に可愛さくなってよ。だからめちゃくちゃいいフィギュアで、やっぱりこれすごい顔がめちゃくちゃいい感じにジョジョ味がある。そうでしょ。いいよね。かなりいい。でもちゃんとさ美しさはちゃんと出るようにしたつもりです、ちょっとなんか二次元表現が前のよりもプラスされてるような確かにねイメージもあるな。そうだね。やっぱさ並べてあるの見たいな。見たい。さあやっぱ見たいよね。そっちで見る。そうだね。ここじゃなくてフィギュアケースの中で見たいかも。本当に。じゃあフィギュアケースの中に置きましょうか。はいお願いしますよ。この時を待ってましたと。そうだね。髪の毛が髪の毛落ちてる髪の毛映ってたかもしれない。ちょっとここに飾ります。こっちがね本物のジョジョね、ジョリーンのフィギュアですけど、でこっちにいるのが一番最初にジョジョ化したビビちゃんと、でこれこの前ジョジョ化したナミちゃんでしょ。ここに置きます。はい、よいしょ。よっこらせ。並べるとこんな感じ。どう？やっぱ3人よりも迫力出るよね。やっぱり人増えた方が。あとやっぱりさ、今回のこれフィギュアめちゃくちゃやっぱりジョジョ化に最適だったと思う。とってもいいですね。これまたやりますね、ジョジョ化。ジョジョ化で結構好きだよっていう声もありがたいことにね、すごくね DM とかねコメントとかでね結構たくさんいただくので、もしねジョジョ化自分はこのジョジョ化が見てみたいみたいなのがあれば気軽にコメントしてください。やるかどうかわかんないけどちょっと楽しく見させてもらって参考にさせてもらうので、ぜひぜひお願いします。こんな感じでねこのチャンネルではフィギュアを塗ったりしてます。フィギュアが好きな方とかさ、漫画とかアニメが好きな方はぜひチャンネル登録してまた遊びに来てください。ジョジョ化以外にもねリアル化とかなんか漫画化とか結構いろいろやってるので、ぜひ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 遊びに来てください。またね。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。